今回はボールの RG と PSA について確認するのだ。まず RG についてのおさらいをするのだ。RG の数値は回転についての慣性である慣性モーメントを回転軸からのインチ距離に換算した慣性半径なのだ。ルールで許容される数値は 2.460 から 2.800 なのだ。詳しくは関連動画を見てほしいのだ。今回は違いがわかりやすいようにルール許容外の極端な RG1 のボールで比較するのだ。高 RG1 のボールは慣性半径が大きな外側が重いボールなのだ。軽くて大きなコアの外に重いカバーを組み合わせたのだ。低 RG1 のボールは慣性半径が小さな中心が重いボールなのだ。重くて小さなコアの外に軽いカバーを組み合わせたのだ。ボールの重さは15ポンド、時速 15km、300rpm、ボール表面の摩擦係数などは等しくしたのだ。球状コアなのでデルタ RG は0になりフレアは出ないのだ。低 RG のボールの動きはこのようになるのだ。ボールの動きにはスキット、フック、ロールの段階があるのだけど、低 RG のボールは摩擦を受けるとすぐにフェーズがフックからロールに移ってしまうのだ。対して高 RG のボールは摩擦を受けても回転を維持してフェーズの移行がゆっくりなのだ。フックフェーズでピンヒットしているのだ。フックを長くしたいとか、フェーズ移行を緩やかにしたい場合は比較的高 RG1 のボールを使うと良さそうなのだ。レーンコンディションを変えて比較してみるのだ。今回は両極端な例だけど、投球直後の条件は等しくても RG1 の違いでボール軌道が変わるのだ。PSA はプリファードスピンアクシスの略なのだ。和訳すると、好まれる回転軸や優先回転軸なのだ。RG1 が最大になる回転軸でマスバイアスマーク付近を通る回転軸なのだ。このように時速 5km、チルト90度、600rpm で投球してみると、レーンから摩擦を受けた後、マスバイアスの軸で回転するようになるのだ。オイルが十分にあって摩擦が小さいとマスバイアスの軸で回転するようにはならないのだ。実際には球速、チルト、回転数、レーンの長さ制限があるのでマスバイアスの軸で回転するようにはならないのだ。今回のまとめはこうなのだ。ご視聴ありがとうございますなのだ。チャンネル登録と高評価をお願いしますなのだ。